So what's that, like 65 kilo? One Jesus. above the head. Like, just, this is a strong lady. Yeah, sure So I is. asked a few other people, like, where did this Jamie Booker come from? And then I got a response I was not expecting. So the response was like, Ed. But were you really not expecting it? But is that really true though? I mean, like, but really though? My God, Jamie Booker is a man. No one knew. She entered as a lady, put on a registration as a lady, did the whole competition as a lady, spoke as a lady, acted as a lady, and she turns out to be a man. And hell yeah! I won! I'm a woman! How the f did this actually happen? 通勤通学習の皆様おはようございます。プクタの世界 GG ニュースのお時間です。さあ本日はですね、世界最強の男女を決めるストロングマン世界大会からの話題になります。今回ですね、この女子部門で優勝しました。つまり、世界最強の女性が、実はですね、男性だったということが発覚しました。もうね、何かの冗談みたいなことが実際に起きてしまったんですね。これはですね、なんと、この選手が自分で投稿した8年前の YouTube 動画でトランスジェンダーだったということがバレてしまいまして、現在ネットが大騒ぎとなっているんですね。今回はですね、この大会側の対応なども含めて、一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ皆さん、週もね、真ん中過ぎますと、もうハイプも残っていないかもしれませんが、もし残っていたらですね、ぜひハイプの方よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録もね、よろしくお願いします。ということで本題ですが、こちらね、見えておりますが、今回ですね、ストロングマン世界大会、つまりは世界最強の男女を決める大会なんですが、これが開催されまして、その優勝者が決定したんですね。すると、この女子部門で優勝した人物が、どうもおかしいぞということになってきました。で、この表彰式の場面がですね、こちらで投稿されているんですが、男が世界最強の女を制した。本来の勝者である女性は、ふざけるな、もういいでしょ、と言った。ということでね、その模様の動画がね、こちらに投稿されているんですが、これですね。で、こちらにね、見えております。もうね、大喜びしておりますが、この人が今回の女子部門で優勝した選手ですね。そしてね、その左にいますのが準優勝した選手になるんですが、ここね、口見ていただくとわかりますが、これね、声は入っていないんですよ。ここですね。ここでね、明らかにテロップ入っておりますが、This is bullshit.Can we go? つまりこんなのデタラメだ。ふざけるな。そして、もういいでしょと言って、この表彰台から降りてね、帰ってしまうんですよ。この場から立ち去ってしまうんですね。で、この動画が大変話題になりました。で、ここにもあります、World's Strongest Woman ですね。これがじゃあ一体何なのか。World's Strongest Woman は、毎年開催されるストロングウーマン競技会である。この大会は、ストロングマン競技における World's Strongest Man の女性版に相当する。最も権威のある大会とみなされることが多い。ということで、非常にね、わかりやすいタイトルがついておりますが、つまりはね、こう何かを持ち上げたり、運んだり、引っ張ったり、投げたり、このようにして物理的な力、これを競う大会なんですね。ですので、これに優勝すれば、文字通り、最強の女性ということになるわけですが、ここにあります。これにね、男が優勝したんだと、このように糾弾されているんですよ。そしてそれを言われているのがね、こちらで喜んでおります。この選手になるんですが、この人ね、ジャーミー・ブッカーと言いまして、特にね、こう何かしらのインタビューで、私はトランスジェンダーですと公表しているとか、そういうんじゃないんですね。じゃあ、どこでそれがバレたのか。それがね、こちらだったんですよ。これね、ジャーミー・ブッカー。まさにね、自分がアイコンになっているんですが、おそらくこの選手の YouTube チャンネルでしょう。ね、これチャンネル登録者数20人しかいません。そしてね、3本しか投稿していないということなんですが、ここにね、8年前の動画があるんです。これ見てください。8年ですよ。8年前の動画。この中で、私は21歳のトランスですと言っているんですね。でもね、もしかしたらこれってなりすましかもしれないでしょう。で、プクタね、これ確認しました。実はですね、この方の声、非常に特徴的なんですね。つまり、男性っぽいんですよ。結構いい声してるんですけどね。I'm a 21-year-old trans woman with a history of abuse, struggling to stay true to herself. でね、こちらも現在はね、クローズされてしまってるんですが、ジャミーさんのインスタアカウント、これね、昨日までは見れておりまして、そこでね、自身の動画とかも上がっているんで、声聞いたんですけど、ドイツ人物でした。つまり、
名前も同じ、アイコンもご自身、そしてその声も同じとなれば、これはなりすましではなくって本人のチャンネルだったと、このように見て間違いないでしょうね。つまり、この中で8年前に自分でね、トランスジェンダーだと告白していたんですね。これが発掘されてしまったんです。なぜ女性たちはステージに残っているんでしょうか。アンドレア・トンプソンという明らかなリーダーがいて、彼女に続けばいいだけだったのに。このアンドレア・トンプソンというのは、準優勝でステージを降りた人ですね。サウスパークのエピソードを思い出す。これね、今回みんな言ってますね。このことですね。これ、まんまじゃないかと。本当に悲しい。まるでもう、女性だけのためのものが何一つ残されていないみたいな。本当の勝者の女性が、ステージを去る時の表情が、全てを物語っている。彼はチーターです。実際には勝ってはいません。こちらピアスモンはですね、ジャミー・ブッカーに心からの祝福を。彼女はテキサス州アーリントンで開催されたワールドストレングストウーマンで優勝しました。ジャミーが生物学的には男性であり、実際の女性競技者たちに対して大きな身体的優位性を持っているという事実は、この正当に勝ち取った勝利の価値を損なうべきではありません。という皮肉ですね。このようにして祝福していると。こちらライリー・ゲインズですね。サウスパークのミームがついに現実で再現された。最高だわと。いうことでですね、この件については一夜にしてですね、大炎上してしまったんですね。つまり、この選手がね、トランスジェンダーであるというのは、表彰台の模様を見ても、おそらく、選手の中では割と知られてる話ではあったんでしょうね。なんですが、ネットではですね、この件が出回り、そして YouTube でね、自身が告白している動画というのも発掘され、晴れてね、これに火がついてしまったということになりました。じゃあね、これ大会側これ知らなかったのという話になるんですが、これね、どうやら知らなかったそうで、速攻でこれ対応しました。ワールドストレングストウーマンの優勝者が主催者側によって出生時は男性だったと判明し、タイトルを剥奪された。ということで、この大会側ですね、もうほんと速攻です。このジャミーさんからですね、タイトル剥奪しました。ワールドストレングストウーマンの物議を醸した優勝者は、主催者が彼女は出生時は男性であることを申告していなかったと主張したため、火曜日にタイトルを剥奪された。ジャミー・ブッカーはテキサス州アーリントンで週末に行われた世界選手権で他の競技者を圧倒して数日後失格となった。主催者によれば、フィラデルフィア出身のブッカーは出生時の生物学的性別に一致するカテゴリーで競技しなければならないと明確に規定している大会ルールに違反したという。ということで、今回ね、この選手というのは、そもそも自分がね、トランスジェンダーであるというのを申告していなかったと。で、この大会というのはね、もう非常に明確に出生時の性別のカテゴリーに出場してくださいね。このようなルールを設けているため、ルール違反をしているとしてタイトルが剥奪されたというわけなんですね。でもこれもおかしな話ですけどね。結局ですよ、結果的には辞任でカテゴリー決められちゃうわけでしょ。検査しないわけだから。だから今回ね、表彰式で準優勝の選手が不満をね、表明しなかったり、ネットで騒ぎにならなければ、これ、通っちゃってたってことですよね。生物学的には男性で、現在は女性として辞任している選手が、女子部門で競技していたことが判明しました。と、主催者は今回の決定を発表する声明を SNS で述べた。大会関係者はこの事実を競技前に把握しておらず、情報提供を受けてから緊急で調査を進めてきました。で、それがね、こちら公式のインスタグラムアカウントですね。ここでね、この声明を発表しました。もし事前にこのことを知っていたら、あるいは大会前または大会中のいずれかの時点で、これが申告されていれば、この選手が女子オープン部門に出場することは許可されていませんでした。我々は明確にしています。競技者は出生時に記録された生物学的性別のカテゴリーにのみ出場することができます。今大会は包括的であり、個人的な属性に基づいて、選手を差別しない大会を誇りとしています。どんな選手でも歓迎しています。しかし、公平性を守り、選手が出生時に男性か女性かに基づいてカテゴリーに割り当てられるようにすることは我々の責務です。ということで、自分たちはね、誰も差別しませんよ。今回のこのトランス選手も、出生時の性別が男性なのであれば、男性部門では歓迎しますよと。こういうことですね。ということでですね、今回ね、晴れて、こちらにあるんですが、ここね、更新されておりまして、2025年ですね。ここね、昨日見た段階では、ジャミー・ブッカーとなっていました。1位ね。なんですが、現在はこれ更新されておりまして、2位が繰り上がった形ですね。アンドレア・トンプソン。先ほどのこの方ですね。この選手が最強の女性となりました。テキサス州司法長官がトランス選手が女性と競った重量挙げ大会についての調査を開始した。テキサス州司法長官ケン・パクストンの事務所は火曜日、生物学的に男性である選手が女性と競技した最近の重量挙げ大会についての調査を開始すると述べた。トランス選手ジャーミー・ブッカーは当初、週末に開催された大会で優勝したが、2位だった女性選手、アンドレア・トンプソンは抗議として表彰台から降りた。その後、この大会はブッカーを失格とし、トンプソンに1位を与えると発表した。それでもなお、パクストンは本件への取り締まりを強化している。
急進的左派が妄想的なトランスアジェンダのために女子スポーツの健全性を犠牲にすることを許さない。司法長官室はこの件を調査しており、テキサス州内だけでなく全米の女子スポーツを守るためにあらゆる措置を講じるとパクストンの事務所は声明で述べた。こちらリブスがこの件伝えています。まあこれ自体はいいんだけど、本物の選手たちにとっては一日が台無しになったよね。あれが男だったって誰も気づかなかったの？本当に？誰も？あの反応を見る限り選手たちは知っていたと思うんですけどね。運営側は知らなかったで通していると。DNA の検査は義務化すべきだ。陸上競技がドーピング検査を行っているのなら、女性の安全とスポーツの健全性を守るために新しい規制が必要だ。これはオリンピックのボクシングの恥と同じレベルだ。それでも彼がどうやって見逃されていたのかというのを知りたい。誰が彼の出場を許し、大会に出続けさせたのか調査するべきだ。そいつらはクビにする必要がある。でこの方もそうですね。結果的には良かったけど、どうして気づかなかったのと。これはね、もうほんとみんな言ってますね。なんで出れたんだよと。そういうことですね。こちらもそうですね。男性ということを知らなかった方が問題なのではと。女性と競おうとする男たちは本質的に自分と同じ性の相手と戦っても決して得られなかった賞賛を求めている二流の男性アスリートだ。ここにはエゴとナルシズムが大きく関わっている。彼らはあらゆるレベルで弱い男たちだ。はい、ということで本日はですね、先日開催されましたストロングマン世界大会の女子部門の優勝者が実は生物学的な男性だったということが発覚しまして、このタイトルが剥奪されたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？本当にね、皆さんが言ってる通りだと思いますよ。この大会側のね、対応というのは確かに早かったことは早かったんですが、そもそも論としてね、選手たちは明らかに分かっていた様子なのに、本当に大会側は知らなかったのかよと。あとこのシステムの不備ですよね。これは言われても仕方がないんじゃないかなと思いますね。そして今回ね、この証拠の決定打となってしまった8年前の YouTube の動画ね、たったの20人しかチャンネル登録者がいなかったというのに、これがね、8年越しで自分の首を絞めるとは、何が起きるかわからないですね、本当にね。そもそもなんで自分とわかるチャンネル名とアイコンにしていたのか、本当謎だらけですが、やはり抑えきれない自己顕示欲みたいなのがあるんでしょうか。で、このね、トランス問題というのは現在ね、少しずつ改善されてるんじゃないかなと思うんですが、やっぱりね、自分で言ってない限り、なかなかそれって明らかにならないんですね。自分でトランスジェンダーですよとか、成分化疾患ですよとか言ってればいいんですけど、言ってない場合はこれ表に出てこないので、やっぱり今後はね、こういった大会は性別検査の導入というのは必要になってくるんじゃないかなという気はしますね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。